ごめんなさい。本当に別の動画にします。国際交流員ワクワク動画。はい、では日本で困ったこと、卵の話なんですよ。私、日本のスーパーに行くと、どうして卵パック4個ないんですかっていつも悩んでます。フランスのスーパーに行くと、卵パックは、最低4個入りなんですけれども、もちろん6個入りもありますね。ただ言われているのは1週間で卵3個しか食べないんですよね、フランス人は。それは健康にいいって言われてますので、4個入りはちょうどいい、1週間にね。6個入りはちょっと困りますねってなってます。皆さんの国ではどうですか？最低4個入りパックとか6個入りパックなんでしょう？アイルランドは6の倍数しか売ってないですね。だから今はいつも10個買って10個大体1週間使うんですけどね、1人でも。でも10個パックがあることもびっくりしました。6の倍数じゃないから、なんで12個がないですかって、ちょっと困ってはいないけどびっくりしました。でインドの場合は同じく6の倍数で売ってると思うけど、考えていたら私は多分そのパックで買った覚えはないなって思って、インドはスーパーとか大きい店だとやっぱりパックは売ってると思いますけれども、基本的に周りの小さいお店とか行くことが多いから、そういうところは大体50個とかのパックを置いてやるから。でもう店の店員さんに「すいません、じゃあ何個ください」例えば4個3個とか言って袋に入れてもらうっていう。そうそのパックじゃなくて袋に割れない。いやだからそれなんだよね。卵を買う日って必ず気をつけてね、卵が入ってるからさっていう、こう一番最後に入れてもらうとか上にっていう感じでやってたし、その基本的な料理のほとんどがベジタリアンだから、その卵を作ると思わなかったら買わない。スーパーに行って買おうと思う時にちょっと多いなって思う時はあります。あります。正直中国で卵を買った時に1回もその数を数えたことないですよ。卵の山から袋に入れて、あとスーパーで測ってもらってその値段を計算してもらうっていうのが多いですね。だいたい500g を単位で買うので、例えば今日は1キロ買いましたとか、中国語で斤っていうんですけど、1斤っていうのは500g だから、3斤っていうのは1.5 キロぐらいとか、そういう単位で買うんですよ。韓国でも4個入りとか6個入りとか12個入りはもちろんあるんですけど、韓国では一番一般的なものは30個入りの卵。パックって言わないで韓国語でパンって言うんですけど、その1パンって言ったら絶対30個で、30歳になった人が私の年は卵1パンですとかよく表現したりもしますので、それほど韓国人には卵は30個が当たり前な感じですね。じゃあパンってどういうの？その本当に食べるパン？それはパン。パン。じゃあ同じだ。パじゃなくてバーのパン。英語の爆発の音パン。それと同じ。6個は買えると思います。4個はあるかもしれない。あると思いますけど、一般的に12個買いますね。なんか卵の黄身の色は何か違い気づきました？卵の黄身の色がアメリカと違うと思う。なんか日本の方はもっとオレンジ近いと思うんですけど、アメリカなら黄色だと思います。
なんか日本に来てなんか初めて卵を食べた時これ何か問題あるかなと思ったけど大丈夫らしかったすごいなと思ったのは、パックの上に何々ビタミン、例えばビタミン E とか、だから結構研究されていて、卵の開発が結構されてるなってもパック見ればわかる。せっかく卵について話しているので、ちょっと皆さんに質問があります。卵の賞味期限が切れても食べる人いますか？ちょっとだけだったらびっくり。まあなんか水で分かりましたね。大丈夫でしたらそのああ、そうそう水にそう。入れればああ、これ知ってる。賞味期限が本当に切れてるかどうかを確認するための実験があります。いくつかあるんですけれども、皆さん何やってますか？水ですね。さっきルークが言ったのと同じ。水開けてみたら開けてみる？お母さんがよくやってたから私も普通にやってるんですけど、日本人の友達に言ったらめっちゃびっくりしてたから、他の国ではやってるかどうかちょっと分からなくて聞いてみたんですけど、ボウルにたっぷり水を入れます。その水に卵を置きます。で、卵は普通に沈んで横になったらめっちゃ新鮮ってこと。沈んでるけどちょっと上に向いてるんだったらギリギリだけどまだ食べれます。でもし浮いたらじゃあもうダメ、食べないでください。でもやっぱりやってるんですね。結構知られてもやって顔が大体3日後まで食べますとは僕は2週間後でもできるよ。できると思うけど、僕はもし知らなかったから普通に賞味期限は切れちゃったって思ったら結構全部食べる。まあそれもインドはこの賞味期限が貼ってるってこと自体がなかったから1個ずつとか、何個ずつで買うと賞味期限はもう自分次第っていうか自分がチェックしないとわからないってことだったから、多分それもあってそういうのに慣れてるっていうか。はい、では動画の元の内容に戻りましょうか。いやちょっとごめん私もうちょっと話したいことがあるんですけど、留学した時にね、ホストファミリーと一緒に住んでたんですよ。でその時は朝ごはんも昼ごはんも晩ごはんもずっと卵が出てたんですよ。私めっちゃ不安でお母さんに電話した覚えがあるんですよ。お母さん、ここでは毎日卵3個食べてるんだけど健康的には大丈夫なのかなって、日本でびっくりしたことについて話してくださいっていう授業があって、その発表でポスターを作りました。それは2017年のポスターです。こんな感じ。日本で卵はたくさん食べてるっていうのがびっくりしてたんですけど、これを発表したら皆さんは逆にびっくりしてた。さっき言ってた通り、私の家族とか、フランスでは一般的に1週間に卵3個食べるのは健康的って言われてますね。君のコレステロールが高いからたくさん食べたら大変で、実際にインターネットで調べると、その考え方は1910年からの事件から来てるそうです。ロシアでなんか研究者がたくさん卵をウサギにあげてたみたいで、それでコレステロールがすごい高くなっちゃって大変だっていう結果が出たみたいんですけど、最近は他の研究があって、それで卵は別に毎日食べてもいいよっていう結果が出たんですけど、一応その考え方は今でも残ってるっていうのがすごい面白いなって私が思ってます。この調査見たことありますか？見ないよね。質問してから見るんだけど、世界で一番卵を食べている国はどの国ですか？はい。知りません。第1位はメキシコです。でその後はマレーシアと日本ということは、日本は第3位なんですよね。日本人はたくさん卵を食べてます。世の中フランスはめちゃくちゃ遠いですね。はい、
今日気になったのが一番食べてる鳥がメキシコでメキシコはもう一つ世界一な国です。虫を食べる国。虫を食べる国。それじゃなくて一番太ってる国なのでやっぱりコレステロールの話ちょっとそれは多分卵のせいじゃないと思うよ。卵のせいにしないでください。では卵の話はここまでにしましょう。はい。卵といえばごめんなさい。卵といえば皆さん卵を冷蔵庫に入れてますか？必ず？大体そうしてる気がします。場合によって。場合によって。多分これはしばらく使えないなんか多すぎるって思うときは、一部を冷蔵庫に入れると思うんですけど、大体もうたくさん買うからもっと大事なものを冷蔵庫に入れて、牛乳とかお酒とかもっと大事なものを冷蔵庫に入れて。アイルランドでは冷蔵庫に入れなくても大丈夫だから入れてないですね。ずっと置いてる。牛乳は外だけど卵絶対冷蔵庫の中。逆でしょ。いや入れてない人の中でも牛乳の方が変って思ってるでしょ。牛乳は変でしょ。いやでも開いてないよ、まだ飲んでない、そのまま閉まってある。だから危なくない？牛乳そうだね。10度以下の保存は基本って書かれてるんですけど。で消費が早かったら私も結構外に置いてます。ほら。この数時間で使うものだったら大丈夫だけど。すいません。多分あとインドは基本なんか温めて飲んでるから一回温めて冷蔵庫に入れるとかってよくあるし、牛乳もそうなんだけどその卵をそのまま食べるじゃないですか日本は。その卵かけご飯とかそれは未だにちょっと慣れてない。できないよね。私もそう。ヨーロッパはできますけど。いや絶対やらない方がいいってずっと言われてた。って言われてた古い考えで、今は大丈夫。誰もしない。誰もしない。誰もしない。インドはもっと危ない気がする。インドとかアメリカとかはできないらしい。牛乳を直接パックから飲むっていうのもあるんだけど、それも子供の頃からとかよくアニメとかで見てたんだけど、それなんか不思議だなって思ったんだけど、そのコンビニとか行った時にストローが欲しいですかって聞かれた時に最初はちょっと困ってたっていうか反応に困ってた。いりませんっていう。で最近はもう直接パックから飲むこともしてる。最初に日本で観光しに来た時はなんかストローは何なのか分からなくて日本語でできてたんですけどストローなんでしょうストローって全然ストローに聞こえなくてストローはいりますかストロー大丈夫ですください聞かないでくださいもう分からないどうやって飲む困りましたストロー全然聞こえないストロー